最先端の半導体を作るのに数百億円もする巨大な装置はもう必要ないかもしれません。世界中の投資家が注目する半導体製造の常識を日本の大日本印刷が覆そうとしています。印刷会社は半導体をと思われたかもしれません。しかし、彼らが開発したある部材が今、業界に激震を走らせています。光を使わずに、スタンプのように押し付けるだけで回路を作る革命的な技術。同社は、髪の毛の1万分の1という極小の世界、10ナノメートルの回路を刻むことに成功しました。なぜ、印刷会社が、世界最先端の半導体競争で主役に躍り出ることができたのか。王者である ASML の牙城を崩すかもしれない日本の逆転の技術についてお話しします。大日本印刷が世界に提示した解決策、ナノインプリントの正体について解説していきましょう。実はこれ、皆さんもよく使うハンコやスタンプ、あるいはクッキーの型抜きと全く同じ原理の技術なんです。従来の半導体製造はカメラの写真撮影のようなものです。フォトマスクというネガフィルムのようなものに光を当て、レンズを通してシリコンウェハという基板に回路の影を焼き付けてきました。しかし、回路が細かくなりすぎた現代では、この技術が徐々に限界を迎えていました。光がぼやけてしまい、くっきりとした線が描けなくなったのです。そこで登場するのは、ナノインプリントです。これは影を焼き付けるのではなく、微細な回路の溝が掘られた型を樹脂を塗ったウエハに押し付けます。物理的にスタンプを押すわけですから、原理的に光のぼやけようがありません。型にある通りの形がそのまま正確に転写されるのです。なんだ、そんな単純なことかと思われたでしょうか。しかし、この単純なことをナノメートル、つまり原子数十個分という極小の世界で実現するのは、月面着陸よりも難しいと言われるほどの精密作業でした。ここで最大の壁となるのは、このスタンプの原版、つまりテンプレートの製造です。想像してみてください。もし、ハンコの面に目に見えないほどの小さなホコリが一つでもついていたらどうなるでしょうか。ハンコを押すたびに、そのホコリの跡はすべての製品にコピーされ、すべてのチップが不良品になります。ナノインプリントを成功させるには、原子レベルで傷もゴミもない完璧なハンコを作る必要があったのです。ここで、大日本印刷が持つ世界最高峰の技術が発揮されます。同社は長年、印刷技術の延長として、半導体の原版であるフォトマスクを作り続けてきました。そこで培った世界最高峰である2つの技術をフル活用したのです。一つは、電子ビームを使って超微細な絵を描くマルチビーム描画技術。これで石英ガラスのマスターに10ナノメートル幅の回路パターンをムラなく高速で刻み込み、線幅のばらつきを抑えました。そしてもう一つが、ナノレベルの欠陥を見つけ出し、それを修正する欠陥管理技術。描いた後のマスターを電子ビームで隅々まで検査し、ゴミや線の欠けを見つけたら、その場でレーザー補修や再描画で消し込む工程を繰り返しました。このようにして、欠陥を極限まで削ったナノインプリント用のマスターテンプレートを作り上げました。そこからレプリカと呼ばれる複製用の型を作り、実際の工場ではこのレプリカを使って半導体を量産するというシステムを構築したのです。結果として、高価なマスターを傷つけることなく、安価に大量の半導体を作ることが可能になりました。この技術は回路の幅が10ナノメートルという点で世界を驚愕させました。10ナノメートルと言われてもピンとこないかもしれませんね。これは最新のスマホや AI に使われるロジック半導体の 1.4 ナノメートル世代という規格に対応できる細かさです。EUV と呼ばれる
数百億円の巨大な露光装置でなければ不可能だとされていた領域に、日本の印刷会社が作るガラスのハンコが到達してしまったのです。複雑な光の計算も巨大なレンズも使わずに、物理的に型を押し付けるだけで最先端のチップが作れる。この事実は半導体工場の風景を一変させる力を持っています。しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。そんなに素晴らしい技術なら、なぜもっと早く普及しなかったのか。なぜ今、急に注目され始めたのか。実は、そこには技術的な難易度だけでなく、半導体業界が抱えるある切実な危機が深く関わっていたのです。半導体業界は AI の進化が早すぎて地球のエネルギーが追いつかないという問題を抱えています。チャット GPT などの生成 AI ブームにより、高性能な半導体の需要は爆発的に増えました。より早く、より賢いチップを作るために、メーカーはこぞって回路の微細化を競っています。その競争の先頭に立っているのは、オランダの ASML 社が独占する EUV 露光装置です。EUV は人類史上最も精密な機械と言われ、これなしでは最新のスマホも AI も作れません。一方で、この装置には致命的な弱点があります。EUV 装置は1台導入するのに数百億円というコストがかかるだけでなく、その消費電力も桁外れです。たった1台で数千世帯分の電力を消費し、工場全体では小さな都市に匹敵するほどのエネルギーが必要になります。もし世界中の半導体工場が全て EUV だけで製造を続けたらどうなるでしょうか。技術の進化がエネルギーの壁にぶつかって止まってしまうかもしれないのです。この問題に対してキヤノンの製造装置と大日本印刷の原版技術を組み合わせたナノインプリント技術が救世主として輝き出します。光を使わず単純にハンコを押すだけのこの方式は巨大な光源や複雑なレンズを必要としません。製造時の消費電力を従来の10分の1にまで劇的に減らすことができるのです。さらに技術的な側面でも光の限界が見え始めています。特に日本のキオクシアが得意とする 3D ナンドフラッシュメモリの製造現場でそれが顕著です。皆さんが使うスマホのデータ保存容量が増えているのは、このメモリをビル建設のように縦へ縦へと高く積み上げているからです。従来の光による方法では微細な回路を書くために高価な装置で何度も重ね書きをする必要があり、コストは跳ね上がっていました。しかしナノインプリントなら話は別です。硬い型を物理的に押し込むわけですから、複雑な光の調整は必要ありません。つまり 3D 構造が複雑になればなるほど、光よりもハンコの方が有利になるという逆転現象が起きているのです。安くてエコで 3D に強い3拍子揃ったこの技術は、もはや実験室の夢物語ではありません。実はすでにキヤノン、大日本印刷、キオクシアといった強力なパートナーたちが動き出し、着実に実績を積み上げているのです。理論上は可能でも、実際の工場で使えるのか。その疑念に対する答えは、すでに日本国内に存在します。実は、テンプレートを利用した印刷技術自体は、商用化の実績があるのです。大日本印刷とキヤノンは、2017年からキオクシアの四日市工場で、徹底的な実証実験を続けてきました。世界最大級の半導体工場である四日市のラインに、大日本印刷のテンプレートとキヤノンの装置を組み込み、実際の量産環境で欠陥をゼロにできるかという極めて過酷な検証を繰り返してきたのです。目に見えない微粒子が一つでも挟まればすぐに使い物にならなくなる。そんな中でハンコのクリーニング技術や微粒子を寄せ付けない特殊な運用ノウハウを確立していきました。2023年10月には
キヤノンはナノインプリント量産装置を発売しており、すでに量産ラインで使われています。今回はそのテンプレートに磨きをかけたと言えるでしょう。さらに10ナノメートルの転写技術は当初予定していたメモリだけでなく、より複雑なロジック半導体の製造にも転用できることは判明。大日本印刷は現在、新たな市場への挑戦権を手にしています。では、この技術が普及したとき、大日本印刷という企業、そして日本の産業界にはどのようなインパクトがあるのでしょうか。この技術が大日本印刷の業績、ひいては経済にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。投資家の視点で分析すると、非常に魅力的なビジネスモデルの秘密が見えてきます。まず注目したい点は、商品な装置ではなく部材、消耗品であるという点です。工場の生産ラインでは、新しい種類のチップを作るたびに、必ず新しい型が必要になります。さらに、ハンコを押し続けていれば、いつかは型も摩耗したり汚れたりするでしょう。つまり、ナノインプリントの装置が稼働し続ける限り、大日本印刷のテンプレートは、プリンターのインクのように継続的に売れ続けるのです。これをリカーリングビジネスと呼びますが、安定して高い収益を生み出すビジネスモデルの一つです。この型を作れる企業は世界でもほんの一握りで、日本では大日本印刷とライバルの突破などがしのぎを削っています。しかし、10ナノメートルという極限の精度で、しかも欠陥ゼロのマスター供給体制を確立している点で、大日本印刷は頭一つ抜け出したと言えるでしょう。一方で、装置自体の普及が進まなければ、テンプレートの売り上げは伸びません。誤解しないでいただきたいのは、この技術がすぐに ASML の EUV 露光装置をすべて駆逐するわけではないということです。すでに確立された EUV のエコシステムは巨大と言わざるを得ません。そこで、超微細な加工は必要だが、コストも下げたいという特定の工程において、ナノインプリントが EUV の代替として入り込んでいくシナリオが現実的だと考えます。半導体市場は数兆円規模の巨大市場です。そのうちの数%、あるいは特定の工程を置き換えるだけでも、大日本印刷にとっては計り知れないビジネスチャンスになるでしょう。特に電力問題が深刻化する中で、省エネ製造という付加価値は GAFAM のような巨大テック企業にとっても魅力的です。彼らがグリーンなチップを求め始めた時、ナノインプリント技術を持つサプライヤーの価値は跳ね上がるでしょう。証拠として、すでに一部の海外企業は反応し始めています。韓国の半導体大手LSKハイニックスがキヤノンの装置導入を検討し、3D ナンドメモリの製造プロセス等でテストを行っているという報道もされました。メモリ市場でのコスト競争は熾烈を極めており、ライバルに先駆けてコストを下げられるこの技術を無視できるはずがないのです。今回は大日本印刷が成し遂げた10ナノメートルの衝撃と、それが半導体業界にもたらす革命について解説しました。多くの人は大日本印刷をまだ本やチラシを印刷している会社だと思っているかもしれません。しかし、実際には利益の多くを半導体部材やディスプレイ部材などのエレクトロニクス部門や高機能資材で稼ぎ出すバリバリのハイテク素材メーカーへと変貌を遂げています。最後に今回の重要なポイントを3つ振り返りましょう。1つ目は世界初の技術であるということ。大日本印刷がロジック半導体の 1.4 ナノメートル世代に相当する10ナノメートル線幅のテンプレート製造技術を世界で初めて確立しました。2つ目はその圧倒的な効率の良さです。数百億円もする巨大な EUV 装置に対し、ナノインプリントは消費電力を10分の1、導入コストを1桁も減らすことができます。これは環境対応とコスト削減の両面で
企業にとって極めて強力な武器となるでしょう。そして3つ目が、すでに確立された量産実績です。すでにキヤノンの装置は量産ラインで稼働しており、四日市工場での長年の運用データがその信頼性を保証しています。つまり、いつでも最先端の製造現場に投入できる準備が整っているのです。このハンコ技術が世界の半導体地図をどう塗り替えていくのか、今後の展開から目が離せませんね。もしあなたが注目している日本の隠れた技術企業があれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。